皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今日はここに置いてある多肉たちを植え替えしたり胴切りしたりしていく予定です。作業台の上に置いてあり、いつも動画に出てくるこのネオンブレーカーズ、本当は春に一つずつポットに植える予定でしたが、ちょっとめんどくさくなってしまったので、この鉢にまとめて植えていたんですよね。このままでもとっても可愛いんですけど、増やしたいので全て胴切りします。この東雲ハイブリッドもネオンブレーカーズ同様、一つずつ植えるのがめんどくさくって、やっぱりこの鉢に一つに植えていたんですよね。あまり徒長はしていないんですが、株がぎゅうぎゅうに詰まってきているので、これも解体します。そして最後にカリスト、この子も同じくまとめて植えていたんですが、夏の間に一株消えてなくなっていました。しかもみんな徒長していますよね。これも胴切りして増やしておこうと思います。こっちから見ると徒長しているようには見えないんですけどね。ちなみにベランダで徒長する前はブーケのようにこんなに可愛い寄せ植えだったんです。まずはこのカリストから。1本だけぐらついている苗があったので、これだけ抜いて枯れ葉を取っておきます。そして落ちた下葉から根っこが出ているのを発見しました。ここにも葉が1枚落ちていましたが、葉の付け根は傷んでいるみたいですね。比べてみるとわかるんですが、根が出ている方は赤く綺麗な色をしています。先ほど抜いておいたカリストをここで植え直しておきます。少し根が長いようなのでカットしました。春に植えたばかりなので土もまだ硬くはなっていませんでした。そしてこのカリストもすべて胴切りしておきます。徒長していなければこのまま育てる予定だったんですが、さすがにここまで徒長してしまうとかっこ悪いですからね。カットした苗をポットに植えて、残りの苗は胴切りした親株の根元に一緒に植えておくことにしました。空いているスペースがあったのでちょうど良かったです。ついでなのでもいだ葉も一緒に脇に刺しておくことにしました。この時葉が傷んでいないかどうか確認してくださいね。そしてこの根っこが出ている葉も忘れずに刺しておきます。はい、これでカリストの胴切りは完了です。次はこの東雲ハイブリッド、株がぎゅうぎゅうに詰まっていて、これはこれでブーケみたいで可愛いんですが、やはり少し窮屈そうなので、ここは少し間引きしておくことにします。次に間引いた苗をビニールポットに挿していくんですが、挿す前に枯れ葉をきれいに取り除いてあります。ビニールポットへの植え替えも完了です。ここで急遽間引いたこの鉢も全部抜いて植え替えることにしました。というのも、先ほど間引いた苗をポットに植えている時に気がついたんですが、この東雲ハイブリッドは意外と小吹きが良くて、周りに小株がたくさんついている子が多かったんです。なのでここはもう一度この鉢を植え替えて、周りに小株が出ても成長できるようにスペースを空けておこうと思ったんです。ここで外れた葉から根が出ているのを発見しました。この東雲ハイブリッドも葉ざしで増やせるみたいですね。最後の苗を抜き終えました。春に植えたばかりなので土は変えずに、古い根っこなどを取り除き、このまま再度この土を利用していきます。
こで少し土を足してから枯れ葉を取り、きれいにした先ほどの苗を植え戻していきます。私は長く伸びたこの根っこを少しカットしてから植えるようにしています。このまま植えてもいいんですが、カットした方が植えやすいんですよね。それにまだこの時期は昼間も暖かいので、新しい根もすぐに伸びてきてくれるので心配はいりません。それでも中にはへそ曲がりの多肉もいて、我が家にもなかなか根付いてくれない子がいました。その多肉も根気強く1年ほど待ったおかげでやっと根っこを出してくれたんですけどね。多肉の個体差もありますが、育てる環境や水やりなどで育ち方もそれぞれなので、どの多肉がどうとはなかなか言い切れないんですけどね。皆さんのお宅にもへそ曲がりな多肉ちゃんがいるかもしれませんが、気長にのんびりと育ててあげてくださいね。そしてここ最近の朝晩の冷え込みでぐっと赤くなったこの東雲ハイブリッドですが、夏の姿ちょっと気になりませんか？夏の姿を見てみましょう。夏顔は見事に緑、カリストも同じくこんなに緑、ネオンブレーカーズもエッジが少し紫ですが、まだまだ色づいていませんね。そして植えきれなかった苗はビニールポットに植え直しました。このもげた葉っぱは鉢の周りに刺しておきます。芽が出るといいんですけどね。これで東雲ハイブリッドの植え替えも完了です。お次はこのネオンブレーカーズ。これを今から胴切りしていきます。ロゼットの中心から紫色に紅葉してきて、ますます可愛くなってきています。葉もフリフリして、フリルエケ好きな私にはたまりません。このネオンブレーカーズは葉ざしでも増えてくれますが、胴切りしてよりたくさん増やそうとちょっと欲張っています。葉ざしでも成長の早い子はいますが、やはり胴切りした方が親株とつながっているせいか、成長が早い気がします。今まではまとめて植えていたので、ロゼットの大きさもあまり大きくならなかったんですが、これがお一人様で植えているとどこまで大きくなるのかちょっと気になりますよね。最近では多肉を大きく育てるのが楽しくって、このネオンブレーカーズもどこまで大きく育つのか今からとっても楽しみです。ネオンブレーカーズを育てている方の中でこんなに大きくなりますよなんて方がいたら、ぜひコメントで教えてくださいね。最後の一つをカットしてネオンブレーカーズの胴切りが完了です。この後、今カットしたこのネオンブレーカーズをビニールポットに植えていきます。今日使う土なんですが、ネオンブレーカーズは葉が薄いので水持ちのいい土を使ってみることにしました。このネオンブレーカーズは胴切りしただけの苗なので、これを土に刺していくだけです。邪魔な葉はここでもいでおきます。このもいだ葉は後で葉ざしに使うので捨てずに取っておきます。邪魔な葉をもいでみると、なんとすでに芽が出ていました。これはちょっと得した気分ですね。今回は葉ざしの土も水持ちのいい土にしています。というのも、鹿沼土を多めに入れていると土の水分がすぐに乾いてしまうので、今回は以前のように水持ちのいい土で育ててみることにしました。土を変えたからといって必ずしも苗が大きく育つわけではないのですが、
土を変えて様子を見ることにします。これで全ての苗の植え付けが完了しました。このまま順調に育ってくれるといいんですけど、たくさん増やしてかわいい寄せ植えをたくさん作りたいです。はい、ということで今日の動画は胴切りして増やす作業と植え替え作業をしていきました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。